皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画も中東情勢に関することになります。今この地域の動向は日本に住む私たちにとって最重要課題だと思いますし、世界の人々が注目していることでもあります。しかし日本国内にいる日本人はいつもの通り、多くの人が無関心であったり、株価の動向や暗号資産の値動きなどの目先の利益の心配にとらわれている人が多いのではないでしょうか。日本人においてはそれでもいいのだという意見もありますし、どのように考えるかは自由でいいと思いますが、身に迫る危機があるのなら準備万端整えたいという方も少なからずいると思います。この動画はそのような人たちに向けた情報となります。ぜひ最後までご視聴いただき、考えられる試練に向け準備を整えるための参考にしていただけたらと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、世界は文字通り激動の様相を呈してきました。日本においては、まだまだ多くの人が情報源をテレビや新聞に依存しているので、世界で起きていることの意味を理解している人も迫り来る危機に敏感になっている人も少ないと感じます。テレビや新聞と言いましたが、最近ではこの YouTube においても既存のメディアによるニュースチャンネルの増加が目まぐるしいと思います。例えば YouTube 上で何か検索した時に上位に上がってくるのは既存メディアのニュースチャンネルばかりで、 YouTube でも既存メディアが占める割合が上がってきたと感じています。ついでに言わせてもらうと、最近よく表示される品位のない広告にはうんざりしますし、高い確率で詐欺なのではないかと思ってしまうような広告も多くあり、情報発信者への規制が厳しい割には金さえ払えば公序良俗に反していようとお構いなしという企業姿勢に疑問を感じますが、話がそれますのでこれ以上話すのはやめておきます。4月1日にイスの国による在シリの国イラの国の大使館爆撃によって事態は一気に緊張状態になりました。世界情勢にあまり興味がない人たちにとってはいつもの小競り合い程度のことだという認識を持っていると思いますが、世界の認識ははっきりと違うようです。そもそも日本人には宗教紛争や民族紛争というもので国家が大きく荒れたことはあまりなかったと思います。しかしヨーロッパや中東などは常に紛争に明け暮れていたと言っていいほど苦難の歴史を刻んできています。そして物の見方、解釈は旧約聖書に端を発しており、その上で今起きていることというのは明らかに今までの混乱とは違うステージに移ったという認識を持っているのではないでしょうか。それは先ほど言ったイスの国によるイラの国大使館の攻撃が一線を越えてしまったという事件にあると思います。前の動画でも触れましたが、今から150年以上も前にアメの国のアルパイクによって立案された計画通りに直近100年の歴史は動いていることは注目に値します。アルパイクという人物はウィキペディアにも情報が出ていますが、弁護士でもあり南北戦争時の南軍の将軍でもありましたが、何より注目しなければならないのはイルミの最高幹部で黒い教皇と言われていたことです。ウィキペディアではフリーソンと書かれていますが、イルミであろうという説もあります。イルミは1776年5月1日に結成された後、フリーソンを傘下に収めているという経緯があるので、フリーソン、イルミ両方に関係していたと思われます。今後起きることを考察する上で、アルパイクの計画は重要ですから、ウィキペディアから引用して紹介したいと思います。1回目の大戦はツァーリズムのロの国を破壊し、広大な地をイルミのエージェントの直接の管理下に置くために仕組まれることになる。そしてロの国はイルミの目的を世界に促進させるためのお化け役として利用されるだろう。2回目の大戦はロの国の国家主義者と政治的シオストの間の圧倒的な意見の相違の操作の上に実現されることになる。その結果、ロの国の影響領域の拡張とパレスにイスの国国家の建設がなされるべきである。3回目の大戦はシオストとアラジンとの間にイルミエージェントが引き起こす意見の相違によって起こるべきである。世界的な紛争の拡大が計画されている。キリストの教会と無神論の破壊の後、ルファーの宇宙的顕示により真の光が迎えられるというように、150年以上も前に計画されたことだと考えるとゾッとしませんでしょうか。情報によっては予言であると表現している人もいますが、これは計画書であると考えた方がしっくりくると思います。最後の方にルシファーという名称が出てきますが、これも比較的よく耳にする名称で、
旧約聖書で創造主に仕えていた大天使が自らが神になろうとして裏切った堕天使サタンの別名であり、または悪魔を意味しています。このアルバート・スパイクの計画書によると、2回目の大戦までは怖いほど計画通りに世界は動いており、今後のことの記述としての3回目の大戦に関する記述においては、シオストによって建国されたイスの国とイラの国を筆頭としたイスラム圏の間で起きている紛争は、今現在置かれている状況通りです。そして2019年以降の動きを見てみると、イラの国とロの国の同盟関係が進んでおり、アメの国や EU 諸国と対抗する体制を強化してきています。2023年12月にもロの国とイラの国の経済的な面での連携が強化されています。ウの国とロの国の紛争においても、イラの国からロの国に軍ローンの提供が行われており、アメの国や EU が牽制していますが、ウの国とロの国の紛争もイスの国同様、アシュケダヤ人に絡んだ紛争であるという見方が有力です。この2つの紛争は全く違うもののようで、実は根っこの部分ではつながっている関係で共通項が多いということになります。認識すべき問題は、世界中で起きている事件、事故は決して偶然に起きているのではなく、仕組まれたことであると考えられます。それらを画策しているろくでもない輩たちの最終目的は世界統一政府樹立という名の世界支配です。そのためにはアメの国、隣の赤い国、ロの国の大国が混乱、衰退する必要があり、実際にこの数年の流れを見ていると、アメの国と隣の赤い国の衰退は一過性のものではなく、二度と浮上することはないと思わせるような状況になっており、ろくでもない輩たちが計画した通りにことは進んでいるような感じがします。ロの国は水面下で独自路線でイルミとの戦いを展開していると言われていますが、詳細は不明な点が多いです。その計画では、世界中の人々が救世主ルファーとしての世界統一政府のようなものの誕生を切望させるためには、金融ショック、疫病、戦争、人工的に引き起こされる自然災害などが単発、または同時に起きて恐怖を与えることが必要なのです。言ってみれば、現在の国際連合をはじめとした各機関が世界中で起きている諸問題に対して何の効果的な効力を持っていないというのは、混沌とした世界になった時にすがるものがないということの認識を植え込むためにあるのではないかという説もあります。隣の赤い国が引き起こしている領海、領土問題なども、国際司法裁判の判決などがあっても何の実行力がないことはすでに多くの人に知れ渡っています。そんな意味のない機関でも世界統一政府を作る際には、その叩き台というのかひな形というのか言い方はいろいろありますが、ダメなりに形を作っておくことはスムーズに世界中の庶民を服従させるには必要になってくるという意味なのかもしれません。もちろんこれらのことは一つの考え方であり、他にもいろいろな考え方があると思います。ただろくでもない輩たちが目指す最終目的が世界統一政府の樹立であることは誰もが理解していることではないでしょうか。そうなると、私たちはどのようにこれから起きる可能性が高い混乱、試練を乗り越えていけばいいのでしょうか。知的好奇心で真相に迫っていくこともそれなりに価値のあることだと思いますが、尽きない課題であることは間違いなく、いくら突き詰めても正解というのはないと思います。それでも一つの可能性として考察する必要はありますし、世界の共通認識、プロトコルを理解することは身を守るために危機管理するためには絶対必要なことです。確かに言えることは、間もなく世界が荒れていくということではないでしょうか。よく世の中に絶対はないと言われますが、それでも絶対ないと言い切れるのはネタネタフ首相とホイニ氏がハグして共に世界平和を実現しようと共同声明を出すことです。だとしたら、私たちは世界共通のプロトコルで物事を捉え、自分が置かれた状況で起きうる最悪の状況を想定した準備を整える必要があるのではないでしょうか。どんなに大変な試練となっても最終的には、ろくでもない輩たちはこの世から一掃されることも決まっているので、その先にある人類史上誰も経験したことのない素晴らしい世界で子孫が幸せに生きられるよう、これからの世界を生き延びることに全力で向き合うしかないと思います。今日本では日経平均が史上最高値を更新したことで湧きに湧いていますが、この金融システム自体が世界を混乱するため、世界を支配下に置くために仕組まれた詐欺システムである以上崩壊することは明確です。ただの紙切れをどれだけ持っていようが、所詮紙切れであったということを失望の中で学ぶことになる日も迫っています。本当にややこしい時代となっていますが、これもまともな世の中になるためには必要なことですから、それらを理解して今を生きることが重要だと言われています。私も本当にそのように感じています。
人類史上ずっと世界支配を目指してきた者たちというのは、私たちには想像もつかないような悪知恵と時間軸を持っています。冒頭に紹介したアルパイクにしても150年以上も前に計画したことが今起きているわけで、世界支配を完結するためには100年以上の月日を要するという記述もある通り、時間をかけてじっくりとあらゆるセクターに起爆装置を仕掛けてきたという感覚だと思います。しかし我が国日本においても先の大戦で敗戦を喫しましたが、日本の未来を考えていた勢力によって次の時代に日本という国や日本民族が絶えることなく生き延びることができるようにと仕込みがなされているのだそうです。今回はその話題には触れませんが、そのような情報に触れて感じるのは、子孫のこと、国家のことを真剣に考えて自らの命を犠牲にしてくださった方は間違いなくいたということです。場合によっては二度と祖国の土を踏むことも、親兄弟、妻、子供に会えなくなることも受け入れ、喜んで日本の将来のための布石になってくださったという方がいるそうです。それを考えると、今現在の日本は歴史をないがしろにし、3S 政策というイルミの罠にまんまとはまり、自分さえ良ければそれでいいという価値観が蔓延していることに絶望感を感じますが、きっとこれも必要なこととして起きているのでしょう。少なくとも今の状況に違和感を感じることができている私たちは、今しかできないことを冷静に考え、行動していくことが求められているのではないかと思います。いかがだったでしょうか。今岸田首相は国賓扱いでアメリカ訪問をしていますが、この記事の画像を見ると正直情けなくなります。国内では自民党の不甲斐なさを散々非難されストレスいっぱいだと思いますが、海外に行けばみんな VIP 扱いしてくれますし、ちやほやもしてくれますから、ご覧の通り上機嫌なのでしょう。腹の底ではバカにされていることも知らず、世界の ATM と揶揄され、今回もまた金をばらまくことになるのでしょうか。私たちの目に触れる政治家などのほとんどが操り人形だからどうしようもないと思いますが、世の中を正常に戻すには一人でも多くの人が今世界で起きていることの真実を理解することがまどろっこしいですが、一番の近道ではないかと思います。あの情けないほど能天気な笑顔は、国内にいる時とはまるで別人であり、それを言ったら雨の国の大統領も数年前とは全く人相も違いますから、別人であるという噂も本当かもしれませんね。日本の政治家にはいかに日本という国が生き延びていけるかということを国益優先で舵を取ってほしいと思います。このような希望的観測が現実のものになるにはそれなりの時間はかかるでしょうから、私たちはこれからの試練を乗り越えるためには相当の覚悟を持って迎え撃つ必要があるようです。ぜひいかに大難を小難に変えることができるかを全力で考え、行動して生き延びていきましょう。政府の推し進める投資にあまり熱を上げないよう冷静になる必要性を感じます。また、中にはあらゆることを承知した上で、このリアル人生ゲームの中で資産を増やせていける方もいることでしょう。しかし自分の考えな気ままの投資は博打と同じだと思います。最後に令和4年9月22日にニューヨークの証券取引所で岸田首相が行ったスピーチを取り上げておきます。そのスピーチは首相官邸のホームページで確認できますが、2つ取り上げます。第4に資産所得倍増プランだという部分で、日本人には2000兆円の個人金融資産があり、その1割しか株式投資に回っていないという部分です。これがあって政府は NISA を鬼のように推奨しているのです。ろくでもない輩たちの計画には破滅が必要です。その仕掛けに国の首相が片棒を担ぐことになったということは歴史が証明することになると思います。あと一つはこの部分。どうでもいい話なのですが、日本に戻った後、私は高校の野球チームでプレーしたというくだりです。今の岸田首相が偽物であるという都市伝説が広がったのはここです。つまり高校の野球チームとは高校野球と推察されますが、この投げ方は絶対野球経験者の投げ方ではありません。自転車を乗った経験がある方ならわかると思いますが、一度自転車に乗れるようになった人は仮に30年ぶりに自転車に乗ったとしても転ぶことはありません。体が覚えているからです。国会での表情と海外訪問時の表情を比べると、果たして同一人物なのだろうかという説が話題になっても無理がありませんよね。知らぬは私たち庶民だけで、関係者、親近者の中では公然の秘密なのかもしれません。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、
ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。